48分の1スケール B29 の筆塗り動画第2幕です。巨大な機体の銀塗装が目玉になる機体だな。そして、前回は、コックピットなどの内装までだったな。今回の予定は、今回も引き続いて内装ですが、機体内側の塗装がポイントになりそうです。機体が大きいということは、内壁の面積も当然、大きいということだな。前回、紹介した平筆を有効に活用できたら、と思ってます。早速塗装に入りたいところですが、余分な出っ張りや、凹みがあるので、対処します。これもまた、他のキットに比べて巨大だな。まず、彫刻刀で切除してから、ヤスリで削り取っていきたいと思います。削っちゃいけない造形に傷つけないように注意だな。ついついうっかりということがあるので、細心の注意を払いたいところです。最後は、ペーパーで整えますが、これも、今回は、120番あたりの粗いものから始めてます。いつもは400番くらいからだから、思い切って削ってるな。そして、いよいよ塗装です。使う筆は、前回ご紹介した、ホルベインの平筆です。完全な平面じゃない実線の塗装だが、うまく活用できるかどうか気になるところだ。機体内部色が塗りやすい色というのもありますが、これなら、問題なさそうです。凹面だとか、内部の造形にも、それなりに対応できているな。爆弾層の区画は、シルバーで塗装していきます。ついに現れたな、シルバーが。とは言っても、針などに区画されてますから、そんなに広大な面を塗らなくても良さそうです。それは安心、安全だな。手間と時間は、それなりにかかりますけどね。やっぱり、針の部分になかなか塗料が乗らないですね。筆が大きいところが大きな要因だな。小さな筆に切り替えて、仕上げていく必要がありますね。1回目の塗装の結果です。やはり、筆がでかい分、ムラが目立たない印象だ。シルバー側はどうかというと、こちらは、まだまだですね。シルバーだから仕方がないといえば、仕方がないな。重ね塗りに期待しましょう。2回目の塗装です。筆を壁面の湾曲に沿って走らせれば、しっかりと面を捉えられるな。はい、針の部分もそれなりに抑えられるので、なかなか良い感じです。機体後部は、若干入り組んでいるけど、優しいタッチで塗料を乗せていけば、塗面を破壊することもないな。ここら辺は、機体内部色という色に助けられてる部分も大きいです。シルバーについても、基本は壁面に沿って、筆を動かす感じだな。機体の前後方向に筆を動かすと、筆の端の部分が強く塗面に当たって、破壊を引き起こしそうですね。破壊までいかないとしても、メタリック的な部分で悪影響が出そうだな。2回目の塗装の結果です。発色という意味だと、もうかなりのレベルに達しているな。これは、相当に筆の威力が発揮されていると言っても、過言じゃないですね。シルバーもだいぶ改善されている印象です。少なくとも8回塗装とかしなくてもいけそうなイメージだ。3回目の塗装です。実のところ、曲面などに対しては、強く筆が当たりすぎて、結構な頻度で塗面が破壊されるんじゃないかと思ってましたが、全くと言って良いほど、心配ない感じです。500円しない筆だから、最高のコストパフォーマンスかもな。はい、本当にそう思います。爆撃機のような巨大なものじゃなくて、現代の戦闘機とかにも活用してみたいところです。構造的に入り組んでいないキットなら、何でもいけそうだな。3回目にして、この状態となりました。これは、あと1回くらいでフィニッシュできるかもしれないな。シルバーについても、同じような感じに思います。針の付け根なんかは、行き渡ってないが、そこは、少し触れた通り、他の小さな筆で対応だな。最後は、機体の前後方向に塗装していきます。さっきも触れたが、筆圧には細心の注意を払わないとな。ここで、やってしまったら、一巻の終わりですからね。針のある部分は、変わらず曲面方向に塗装だな。ここは、前後方向に筆を運ぶのは、なかなか難しいです。シルバーについては、塗面がなるべく平滑になるように、気をつけながら塗装していきます。金属光沢のムラが発生しないようにしたいからな。4回目の塗装の結果です。
これで、大きな平筆での塗装は終わりだな。ターレットの部分なんかの塗り残しや、若干気になるムラなどは、通常の熊の筆なんかで押さえていきます。針の付け根なんかは、面相筆で押さえるべきだな。キットが大きいだけに、押さえるべきポイントも大量ですが、一つ一つ押さえていきたいと思います。機体内部色の方を押さえます。こっちの色は、正直押さえるべき箇所も少ないな。シルバー側は、そうはいかないですね。ほぼ、すべての針の付け根に、修正を行っていかないといけないな。大きな面相筆では、押さえきれない部分も出てきます。針と針がクロスしている箇所なんかだな。大きな面相筆では、届かない部分ですね。無理に塗ろうとすると、他の面なんかに悪影響が出てしまうからな。そして、壁面のオブジェクトを塗り分けます。これは、何のボックスだろうな。とにかく艶消し黒で塗り分けます。そして、ケーブル類は灰色で塗り分けます。旋回の内装と同じような感じだな。同じ機体の内装ですしね。さらにケーブルの金具部分をシルバーで塗り分ければ、この巨大な本体パーツの内部の塗装が完了です。塗装結果は、このような感じです。結果はともかく、ちょっと照明が暗くないか。いつも作業している空間では、狭すぎて撮影ができないんですよね。完成までには、少し改善しないといけないですね。そして、これらが、その他の内部パーツです。隔壁の類なんかだな。他にノーズギア関連ですね。ギアは、後でもいいんじゃないか。本体のパーツを合わせた後で、付けられるかどうかわからないので、保険をかけて、先に塗装したいと思います。ギアの格納庫は、機体内部色です。さすがに、この大きさのパーツは、熊の筆で塗装だな。サイトに関しては、艶消し黒。ノーズギアの脚に関しては、シルバーだな。ここら辺は、淡々と塗るだけなので、楽勝ですね。通信機関連のパーツは、棚などを機体内部色で塗り、機材関連を艶消し黒で塗装します。隔壁は、コックピット側は、機体内部色。爆弾層側をシルバーで塗装し、配線やボックスを先ほどの機体のパーツと、同じ要領で塗り分けていきます。前回の動画から同じことをやってるから、もうこれも慣れっこだな。それを言ったら、タイヤなんかは、水蒸気でもない限り、毎回やってますけどね。終わりのない反復練習だな。実際、この1、2年でだいぶ上達した気はしてます。塗装の結果になります。隔壁のシルバーの部分なんかは、地味に大きく敵を使う箇所だったな。緩やかな球面だったのが救いでした。それでは、組み立ててみましょう。これは、パート1で作成したコックピットの裏側です。ここにギアの格納庫を組み付けるわけだな。そして、コックピットの後部に、隔壁を取り付けます。隙間なくぴったりくっついてくれるな。かなり素直に組み上がってくれるイメージです。側面の窓は、内側から取り付けています。これは厄介だな。これから、組み上げたり、本体塗装していく中で、ここは、最重要ポイントでしょう。強く押し込んだりして、内側に落ち込んでしまったら、取り返しがつかなくなるからな。第3次もいいところです。まさに絶望と化すでしょう。そして、最後にコックピットなどのモジュールを、本体パーツにマウントしていきます。各種部品が干渉したり、うまく溝にはまらなかったりが心配だが。これもまた、なんとかうまいこと収まってくれそうです。機体を貼り合わせるまでは、油断ならないけどな。これで、内装は完了かな。いえ、実は、もうちょっとあります。一気にやってしまえばいいだろうに。ただ、まだあと爆弾とか、そのラック、前後の部屋をつなぐトンネルなんかがあって、結構時間がかかってしまいそうなのです。なので、次回、それらを作って、蓋をして、本体塗装を実施していきたいと思ってます。じゃあ、このコックピットなんかは、次回まではまだお目にかかれるな。蓋をしたら見づらくなるので、思う存分眺めていたいところですが、また次回、B29 の動画パート3をよろしくお願いします。長い時間のご視聴、ありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。